さて、新たなダークソウル系アクション RPG が Steam でプレイテスト開始とのことで、今回はベイラー・モーティスの紹介を行います。こちら一人称視点のソウルライクを前面に押し出した作品です。ゴーストランナーというこれまた一人称のスタイリッシュアクションを手掛けていた開発会社の新作でもあり、過去の経験を強みにした作りとなっています。本家ダークソウル系は三人称であり、世のソウルライクは同じ形態を持つため、一人称のソウルライクはあまりない組み合わせです。言うなれば、フロムソフトウェアの礎がキングスフィールドであり、見た目的には原点回帰、システムは近代的と言えます。何をもってソウルライクかは様々ありますが、ライクなので、ある程度ならば何でも良いわけです。しかし、こんな内容でソウルライクを名乗るな、ソウルライクの意味を調べろ、みたいな自分の中の定義にこだわる人間に荒らされることもあり、そういう輩を避けるためにどんどん言葉も分裂してきています。ソウルライトとかダーク組織とかです。あるいは近年レッテル貼りが目立つようにもなってきており、このゲームはソウルライクですか？もううんざりですという嵐も漏れなく登場します。ここら辺一要因としてソウルライクを歌うこと自体を避けるゲームも出ています。超売れた黒神話悟空がそれに当たります。ザ・ファーストブレイカー火山はそこまでソウルライクを明言しませんでした。そんな状況の中今作はかなりダークソウル系の流れに忠実で歌い文句通りと言えます。UI の美術面やソウルを集めてレベルアップしたり高難度さもあります。開発の方もソウルライクは隠さないとも発言しています。敵には赤色チックな体感ゲージもあり、弾きもといパリーで貯められます。防御で防げない攻撃はジャンプしたり回避ボタンでかわせます。パーフェクトドッジからのカウンターもあります。舞台はナポレオンがいる時代がモチーフで、バイオ4的な人が化け物に変異する設定が織り込まれています。それを活かした特徴の一つとして銃の存在があります。武器で殴る以外に敵の弱点を狙って撃てます。一方、世の一人称の近接主体のアクションゲームというと、V を狙った攻撃があります。ウォーハンマー、バーミンタイドやダイイングライトが代表例です。ただし、今作は敵から浮き出た弱点の不気味な腫れ物を狙う以外には、どこを切っても撃っても同じかもしれません。まだデモ版なので確かではありませんが、足を切ってダウンさせるとか、首チョンパするという要素はありません。倒した時に首や V が吹き飛ぶということはあります。あくまで一人称は銃で腫れ物を撃つ部分に重きが置かれていそうです。キャラ育成は独自のスキルツリーで行い、道中拾ったアクセサリーをはめ込むことで構成が作れます。銃以外には魔法もあり、敵に放つことで体力を回復できます。MP は敵を切ると回復します。それ以外の大きな特徴として、ボス敵で倒されてもソウルが溜まります。先ほど挙げた火山が採用していた仕組みです。与えたダメージに応じて溜まり、長く何度も挑戦する強敵相手でも、時間の浪費が感じにくくなるし、戦うほど強くなります。景観はとても美しいものの、オープンワールドではなさそうです。通れる場所は決まっており、デモ版ながら道中多少の分岐があり、序盤から倒すのが困難なボス敵も配置されています。ちなみに開発の方は2ヶ月前ほどに海外掲示板レディットで一人称ソウルライクの是非に関してユーザーから意見を募っています。敵が巨大になるとカメラに収めることができず攻撃を見切れなくなるという難点もあったりと色々課題を抱えているようです。発売は2026年を予定となっており、今回のプレイテストも兼ね多くの意見を取り入れることを考えられています。万人向けを作ることは考えていないとも言われていますが、ただデモ版を遊んだ限りではそこまで厳しいバランスにはなっていませんでした。世の多くのソウルライクに比べると遊びやすく調整されています。先ほどのボス戦でのソウルが溜まる仕組みや魔法で体力が回復する仕様などです。Steam の掲示板を見ても現段階で評判が良い印象なので、ソウルライクが好きな人以外に古来よりある海外の一人称ゲームを好む人に届けばヒットする可能性を秘めています。気になる方はプレイテストを遊んでみてはいかがでしょうか。対応プラットフォームは PC のほか PS5 と Xbox も予定となっています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ベイラー・モーティス。兵士を立ち上がれ。ナポレオンに呼びかけられている。あ、今こそ。ああ、周りは人が倒れまくっている。ああ、左手がうずく。さあ、こっからのようですね。みんな舞台やられてしまったのか？さあ、画面 UI は確かにちょっとソウルライクっぽさもありますが、スペースジャンプ乗り越えた。
おう、ジャンプはまあ、すごい、小さいですね。ジャンプ切りとかあんのかな。ああ、カラスか。さあ、つい驚いて、武器を抜きましたね。お、格好つけてる。これが私の武器か。うら、スタミナ。通常攻撃で、スタミナが減るタイプだ。全部誰がいるぞ。味方アミー。ああ、なんだ。これは回復薬かな。F。お、ああ。薬を吸収した。あそこから落ちたのか。落下ダメージあんのかな、じゃあ。あいつ怪しいな。人ではないのか。弱攻撃。あと、長押しで強攻撃。ダメだ。行かれてそうだ。ああ、くなろ。ほら。大攻撃だ。ほら。さあ、切ると、拾いますね。腕が吹き飛んだけど。同じ軍隊なのか。なんだこりゃ。牛かな。馬か。一体何が起きたんでしょうね。みんな、精神的にやられてしまったのかな。戦争で。どっちだ。前方なんかいるけど。あら、焚き火。いや、アイテムか。ジャンプ。お、シフトでダッシュができましたね。取って、触媒痕。これはソウルですね。触媒。で、あいつやりましょう。武器が血に濡れてますね。しゃがまはないのかな。レフトクリックで背後からの一撃。バックサブですね。おら。おお。今のマークが表示されたらバックサブが成立するんだ。さらにコントロールでガードか。移動中にオルと、なんだって移動中にオルと何か押すと、ちょっと防御しよう。防御成功。パリあんのかな。うわ、違う。画面の前を覆ってきますね。で、敵の攻撃の方向は、インジゲーターとしてね、表示されるようだね。持久力。持久力は時間経過で自然回復する。ガードするとスタミナが減る。ダメージは軽減か。ダメージ食らうんだね。さらに、ガード解除後の体力回復。受けたダメージは回復できる。ガード中のダメージを受けた直後に敵に近接攻撃を決めると体力が回復か。直後ね。あとパリーもあると聞いたけど。あ、オルトがどっちかな。これはどっちか。横も前も後ろも可能だね。これはさっきの反対側かな。ちょっとこっちか。シフトでダッシュ。メモ。ログか。何があったんだ。エターナルガード。それを国家史上最重要任務。護送品の防衛に任命した。しかしやられてしまったんですかね。命をかけてこの品を守れと。一体何が入っていたんだ。大抵、なんかアーティファクトとか、聖者の遺体とか。そんな感じかな。人の命より価値のあるもの。またナポレオンが。なんか話しかけられると、画面の色が変わりますね。なんかないのか。ある場所には光があるのかな。今んとこ狭い道ですね。道はどうなんだろうね。広いのかな。ああ、転がってる。完全に狂気に飲まれている。こいつはバックサブはいける。うらやった。あ、まだいたか。来たぞお前。バックサブ中に。うわうわ強い。あ、今パーリー成功しましたね、多分。で、カウンターも決まった。で、回復しよう。よー。マックスまでは回復しなかったね。これ同じ部隊なの？ちょっと色が違うかな。主人公はこの紺色だね。で、こいつらはちょっと緑が混ざってる。色に。次は6ターゲット？お、いたいた、こんなとこに。あ、まあまあ、歩ってんな。これは6ターゲットマークだ。あら、こいつ、拾わない。来たー。まだパリが成功した。攻撃中も、ディフェンスある程度できますね。さっと構えられる。道はどっちだ？あれ怪しいな、いかにも。使える？いいね、なんか。足跡がまだ新しい。荷物はこの先にある。この先？で、塞がってるんだね。さあ、景観は美しいですね。燃えてる。前方にも怪しい何かがあるね。あ、こっちにも敵がいるぞ。やるか。パリが出た。パリは敵のよろけゲージを大きく貯める。よろけさせると、会心攻撃を放てる。はあ、あれ
一回じゃこいつは、パリ成功にならないんだ。よろけゲージは体力の下の白いゲージですかね。あ、今だ。こいつは強かったんだね。こいつの服は紺色だね。同じ服だ。回復薬は、これは銃だ。拳銃が撃てるんですね、このゲーム。だから、ライトクリック。防御キーじゃないんだね。おう、見た目はすごいね。超凝ってる。こんなの戦場に持ってくの？破産しそうだな。毎回失ってしまって。ピストル、あれを撃てる。相棒である。ネフトグロビンの弱点破壊。ネフトグロビン。敵も、なんか規制されてますね。ネフトグロビン。これナポレオン？いや、どうかな。これが運んでいたものかもしかして。この銃自体が。どうなんだ？弾はどれくらい撃てんの？右下に5って書いてあるね。R でリロード。現状5発か。これなんだ？なんか残像が。うん。誰かの会話が聞こえますね。あれ撃ってみよう。はい。あ、倒れるぞ。うわー。こっち行ってみるか？さっきの反対側も気になるな。一回ちょっと戻ってみるか。ここですね。ドカーン。うわー。あれ。全部敵かなあ、あいつ強そう。ボスっぽい。強者の匂いがする。待ち構えてるし。私はおのおのと強者の前からキビスを返した。下落ちるとまずいかな、これ。敵だ。あれも。頭やられてんの？そうかな。ターバンでね、見えるけどね。ああ！頭が吹き飛んだ。気持ち悪い。今何撮った？ちょっと画面がブレましたが。ソウルでも落ちていたんですかね。ここにいるぞ。胴体。バイオ式でもあるね。この、体に取り憑かれた何か。これなんだこれ。さらにお宝。弾は一回で詰め終わんのかな。こっちになんかありそうだけど。スペースでハイライトされた枝にジャンプ。ハイライト。こんなの見たことない。こっち行っちゃったらさっきのやつは戦えないよね。勝負するべきか。ソウルを失いたくない。あ、でも失っても取り戻せるんじゃないか。そんなね、いきなり全部失って取り戻せないなんてことはないでしょう。挑戦しよう。よし行くぞ。あいつのマント。弱点かな。お、ウィリアム。危ない。ああ。ああ。ああ。力尽きた。一瞬だった。チェックポイント。どうだ、チェックポイントは。あれまだ一番初めなんか既視感が。一番初めじゃないだろうな。触媒を失う。取り戻せるがほんと取り戻せんの？また初め戻ってきた。マジか。うわ、奥になんかあるな。こいつ無視すれば、奥の相手も取れんじゃないあれ実は。うわー、逃げろー。いやー。あ、こっちまで来ない。来た来た来た。よし、逃げろ。うわー。ホーミング能力が高い。走って取り抜けようと思ったんだけどね。お、こっちは来ないぞ。今のうちだ。間抜けなやつね。ただのログだった。私はよくわからない秘匿のためにこの命を捧げようと命じられている。物を運んでいたリーダー的な感じなのかな。で、頭は行かれてしまったのか。まだ来た。まだなんかあんだけど、あそこに。一つ。あれでも、鍵があってそうだな。こっちも道があるぞ。お宝だ。奪え。弾さえあれば、一方的にやれそうだけどね。一発撃ってみたか。ダメだ。梨のつぶてだ。お、いった。怖いな。パルクール要素は多少あるけど。ハイライトあれか。白がハイライトを指してんのか。あ、あれどうだ。セーブポイントかな。これ壊せる。壊れ方もリアルだね。再点灯。ここで復活できる。よし、セーブだ。いやー。急速で体力とネフトグロビンが全回復。ボス以外の敵は復活する。アップグレード。スキルツリーを上げていくのか。体力。ネフトグロビン耐性。まだこれ謎だからね。あと持久力。と体力かな。触媒。必須。次どれくらい使うか。次は650必要。ここまで来れば何かが解放される。
これはしゃがめそうだな。C でしゃがむか。ダッシュしゃがみはないと聞きましたね。ガードできない攻撃。赤い攻撃か。これは回避するのかな。パーフェクト回避もある。次に繰り出す攻撃が強化されると。よし来い。あ、これか。ああ、来た。パーフェクト回避。強化されたの。わお。なんか次の攻撃は当てにくいな。横でもいいのかな。右にも道はあるし、こっちにも道がある。結構分岐がある。これ大丈夫？ソウルライクは泳げないからね。とんでもない金槌である。ああ！案の定、どめきや？ああ。なんと便利に復活できますね。体力失って。なんだこりゃ。取る。ああ。一体なんだこりゃ。ああ。ああ、なんだなんだ。うわー、何が起きてるんだ。左手がぐわー。おう、なんか出てきた。魔法でも使えんのか。あれ、炎の編成、長押しで炎の魔法が使えるのかな。敵の弱点を破壊するか、サーベルで攻撃すると、ネフトグロビン。これ MP かな。察するにね。あと、銃はどうしたの？よー。さあ、奥にはお宝か。変異体。なんだ変異体って。なんか特殊な装備品かな。ランタンに触れるとこれを装備できる。ではさらにこちら。うわ、なんだ幻影が。敵なのかどっちなんだ。焼いてみよう。うらー。うわー。燃えていく。決まった。うら。ああ。こっちに来んのか。他の敵も倒したっぽいけど、おかげで。なんだこっち気持ち悪い。うわ、弾飛んできた。危ない。うわあ。合うぞ。魔法使う。使わずに倒した。さあ、ここまで取ったところ、次はここにはめられんのか。フラスコが体力ではなく、ネフトグラビンを回復。で、魔法で与えたダメージの一部が体力として還元。使ってみるか。そろそろボス戦が待っていそうですね。どうかな。この広いフィールド。ああ、ハゲのものか。微妙なくっつき方しますね。やばい。まず銃で撃つか。ロテール将軍。将軍が。変貌、ああ変貌しちまったか。危ない。うわーなんだ。うおー危ない。すっげえ溜めてくる。うわー針は成功してる。危ない。避けろ。ああ来た。どうすんの。よし必殺一撃。なかなか効いてますね。今もやし回復しよう。あ、倒した。変身を残していなければこれでクリアなはずだ。あ、変身しそう。うわーどれで簡単だったはずだ。危ない。うわーでちゃんと入り口で取れるな。優しいね。でポイントどんどん溜まってるね。これ他のゲームと同じ形式使ってるかな。戦うほど強くなれる。これ嬉しい。この仕様は。はいはっきたー。クリアか。どうなんだ。とどめー。ありゃーやったー。薬剤を殲滅。いっぱい落ちてるね。ああ電話ここまでか。なるほどね。これが一人称視点ソウルライク。確かにその名に恥じるゲーム内容でしたね。さあ本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。